ハロー、アラフォーダイエッターのももです。実はダイエットがちょっと難しくなってきてしまいました。すいません。今日はそのことについてちょっとお話ししていきたいと思います。実は私今年に入って生理が2回しか来ていません。別に赤ちゃんができたっていうすごいおめでたい話とかではないんですけど、単純に生理不順です。昔から生理不順でひどかったんですけど、特に去年から結構本当にひどくて、去年もあんまり来ていないんですよね。というのもですね、去年3回ぐらい引っ越ししまして、引っ越すたびに生理が止まるんですよ。実は私の体自体環境の変化に弱いのかもしれないですね。ちゃんと病院行けよって話なんですけど、ほんとすいません。自己管理がなってなくて。本当はそれは私は本当に反省してるんですけど、なぜか行こうとすると生理が来るんですよ。でも今回はちょっとあまりにも生理が来なくて、さすがに病院に行ってまいりました。お医者様の話によると、子宮の状態的に、このままだと生理は来ないって言われて、ホルモン治療をすることになりました。そのホルモン治療っていうのは、ピルを飲んで、ちょっと女性ホルモンを増やして、生理を起こすっていう方法ですね。で、実は私が飲んでるピルは低用量のピルではなくて、中容量ピルっていうものですね。これは緊急アフターピルとして使われたり、あと生理周期をずらしたいなっていう方が使うような、ちょっと副作用の強いピルを飲んでいます。2週間そのホルモン剤を飲んで、やめると生理が来るよって言われたんですけど、私の場合2週間飲んでも生理が来なかったですね。結構女性ホルモンの数値がすごく悪くて、でも追加でホルモン治療をあと3週間やることになりました。なので今私の体の状態は更年期障害と同じ状態になっています。もう本当に女性ホルモンがほとんどない。なんでこんなに少ないんだってお医者さんが言うぐらいない状態にまでなっていってしまいました。そのホルモン剤を飲むとどういう風になるのかっていうと、副作用的には吐き気、めまい、あと頭痛と疲労感、むくみとかですかね。私の場合かなりむくみやすくなりました。運動量とか食事量変わらないのに、2日で2キロ増えました。これは脂肪が増えたというよりは、水分だとは思うんですけど、体自体も結構吸収しやすいような状態にはなっています。女性ホルモンを飲んでいるので。水分が増えると、実は、体脂肪にも筋肉量にも水分は含まれているので、増えた水分は反映されて、数値的には太ったような状態になるんですね。水分が増えただけなのに。なので結構頻繁に測っていた体重測定はちょっとストレスになるので、やめました。もう見るたび増えてるんだもんだって。ってなっちゃうから、ちょっとそれもストレスになってあまり良くないなと思って家で体重を測るのはやめました。ちょっとホルモン剤飲むと気持ち悪くなりますね。あまり体調は良くないです。あともう眠くなるし、あと食欲もやっぱり上がっちゃうし、もう本当に生理前の状態と同じようなのが2週間続いたんですよ。結構きつかったです。しかも女性ホルモンを飲むと筋肉は分解されやすくなるんですね。で、女性の体って、赤ちゃんができやすくするため、赤ちゃんがいても大丈夫な体にするために、皮下脂肪を多く蓄えようとするんですよ。それは女性ホルモンが多くなるとそういう風になるんですね。こんなにいっぱいあるのに脂肪。なので、女性は結構、ダイエットするとリバウンドしやすくなるっていうのはそこにあります。女性ホルモンの関係です。で、何が原因でこうやって生理不順になったかっていうのは全くちょっと特定がされなくてちょっとわからないみたいで、おそらく体に異常なぐらいのストレスがかかったせいでホルモンの数値がぐちゃぐちゃになってしまったんだと思うっていうことはちょっとお医者さんが言ってました。もともと実は YouTube を始める前は95キロだったんですよ。で、あと5キロだし、
100キロの方が面白いんじゃないかなって思って、実は体重を増やしたんですね。で、100キロって才能がないと超えないって言うじゃないですか。もう全然、私本気出せばね、気づいたら100キロ超えてたからね。5キロもオーバーしちゃった。気づいたら105キロになってたもん。すごい、才能しかない。そこからダイエットを始めたので、この体重の変化、もう何ヶ月かで10キロ増えて、で、また何ヶ月かで今16キロぐらい減らしてるでしょ？結構体には相当なストレスなのかなってちょっと思いました。こういうのもまた、もともとそれをやる前から生理不順ではあったけど、それプラスアルファで、そういうストレスも加わってるのかなと。体いじめてますからね。なんなら今までいっぱいお酒飲んできたし。そういうのもきっといろんなストレスが関わってたり、何が原因だか何があれなのかはわからないんですが、単純に私はもう嫌なことがあると生理は止まり、いいことがあると生理が来るっていう状態。素直な体なんです、私。精神的なストレスはもう本当にね、思い当たることが多すぎて、そもそも私生きてるだけでストレスだからね。でもこれはなんかもうね、うつとかそういうんじゃなくて、もう幼少期から、ちっちゃい時から本当生きてるだけでストレスってずっと思ってた。結構生きるって辛くない？ねえ、もう小さい時から生きてるの辛いなって思ってるんだから、大人になったらもっと辛いよね。でも、私唯一幸せだなって思えるのが、人間関係で悩んだことがないんですよ。本当に私の周りの人、みんないい人。なんなら、もうチャンネル登録してみてくれる人も本当にいい人、ありがとうございます。もう皆さんのおかげで私は生きてるようなもんです、本当に。本当にありがとうございます。コメントね、書いてくれる人も本当に嬉しいし、私すぐ返しちゃう。ということで、次の測定結果、あんまりいい感じにならないかもしれないんですが、それでも私ダイエット諦めませんからね。なんならちゃんと無事に生理来て、終わった瞬間が一番ダイエットには向いてるんですよ。一番そこ集中。なんなら今までそれがなかったのによく頑張ってきたよ。一番痩せる時期がなかったのに。もしくはもう体が男性化していて痩せやすくなってたのか、どっちかです。ただもう本当にホルモン治療をすると痩せづらくなります。ダイエット結果を楽しみに待ってた方、本当に申し訳ございません。それでも私は本当に諦めずに、ダイエット頑張っていきますので、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。なんならあと3週間ホルモン剤を飲み続けなきゃいけないっていうのが本当に地獄なんですけど、あと3週間私生理前があるってことだからね。でも、放置した私が悪い。今回の動画は生理についてお話ししていきました。ダイエットには本当に女性ホルモンがすごく関係しているので、女性の方、ストレスをためずに一緒にダイエット頑張りましょう。私も頑張るということで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。今回の動画はいかがだったでしょうか？女性特有の病気と女性ホルモンについてお話ししていきました。最近疲れてるな、忙しいな、ストレス発散できてないなと思っている方、気づけるのは自分だけです。ぜひ体をいたわってあげてください。これからもダイエット頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。